この方の質問に関しては2つのことをお伝えしたいと思うんです。で、一つは、今私のいる福厳寺っていうお寺なんですけれど、このお寺の参道入り口のところにお地蔵さんがいっぱいあるんですよ。で、お地蔵さんがいっぱいあって、で、お彼岸の前とかね、お盆の前とか、それから年末とか、どこからともなくこうおばあちゃんたちがこうお地蔵さんのよだれかけみたいな赤いそのよだれかけを作って毎年変えてってくれるんですけど、そこにたくさんあるお地蔵さんっていうのは昔からお寺にあったわけじゃなくて、町の角角に置いてあったお祭りしてあったお地蔵さんが区画整理で取り壊されてしまうということで、そのお地蔵さんを集めてきて、それでお寺のところにずっと並べてるんです。で、昔は本当にどこの村も村の角々にお地蔵さんが立ってたんです。で、お地蔵さんっていうのは何をしてる人かっていうと、すごくこう日本で、信仰があった昔はね、女性からの信仰が特に厚かった仏さんなんですけど、なんでお地蔵さんが信仰が厚かったのか、女性からこうお参りされてたのかっていうと、そうすると地獄があって、で人間が死ぬとこの世とあの世ね、その地獄の間に三途の川が流れてるんですよ。で、この三途の川を渡って、で、あの世に行くっていうね、その三途の川って聞いたことがあると思うんですけど、仏教の世界では人が亡くなると、そうすると、天国に行くんじゃなくて地獄に行くんです、ほとんどの人が。それで天国に対して仏教では、キリスト教では天国っていうんです。上にあるんです。でも仏教の世界では、天国っていう上にあるんじゃないんですね。極楽という言い方をして、天国ではなくて極楽っていう言い方をして、で上にあるんじゃなくてずっと西の方なんです。西方10万億度っていうんですけど、10万億度っていう単位の距離のとにかくずっと向こうの方に、極楽があると言われてたんです。それはなぜかって言ったら、東洋人っていうのは農耕民族なんです。で、種をまいて畑を耕して、それで作物が育って、それを収穫して食べていくということによって命をつないできた人たちなので、農耕をしていく時に最も大事なのが太陽なんです。お日様の光。そうすると太陽は東から昇って西に沈むでしょ。なので東から日が昇って西に沈んでいく。命というのは東から生まれてずっと西の方のあっちのお日様が沈んでいく方に沈んでいくんじゃないかっていうことを昔の人は想像したわけです。それで美しい夕日でね、太陽、命が沈んで真っ暗な世界の暗闇に入っていくって、西の方に極楽があるんじゃないかっていう、そういう想像をしたんです。で、ただその極楽に行ける人っていうのは本当に限られてて、生きてるうちに悟りを開いたり、生きてる時に本当にこう素晴らしい行いをして人の悪口も言わなかったり、嫉妬もしなかったり、妬みもしなかったり、もうとにかくそういった人間として生きてる時にね、非常に素晴らしい生き方をした人、理想的な生き方をしたっていう悟りを開いた人とか、そういう人じゃないと極楽には行けないんです。だからほとんどの人たちはなかなかそう完璧に生きられるわけじゃないので、なんでしょうね、こう人に言っちゃいかんこととかやっちゃいけないこととか一つや二つは必ずあると思うんです。で、私自身も両手両足の指で数えて足りないぐらいたくさん後悔していることがあるわけですけど、だからみんな、漏れなくほぼ99% ぐらいの人は漏れなく地獄に行くんです、ね、死んだら極楽には行けないということになってるんです。で、これは赤ちゃんね、赤ちゃん生まれた、赤ちゃん、例えば3ヶ月で死んでしまった、あるいは、本当に生まれてすぐに
死んでしまった、あるいは早産で死んでしまったとか、いろいろ命が宿った後に、死んでしまったということがあったとして、この赤ちゃんも地獄に行くんです。でそれを聞くとね、って何も悪いことしてないでしょまだっていう話ですね。で赤ちゃんは確かにまだこの世の中におぎゃーっと生まれて、ちょっとお母さん騙してやろうとかね、なんか隣の赤ちゃんにこうなんか意地悪してやろうとか、なんかそういうことを考えるまでもないっていう状態の赤ちゃんであっても地獄に行く。なぜかって言ったら、他の罪ではないんですけど、あるたった一つの大きな罪を犯して赤ちゃんっていうのはあの世へ行くんですね。それは何かって言ったら、十月10日ね、十月10日自分の腹を痛めて必死の思いで産んでくれた親を悲しませたという罪に問われるんです。なので本当に今みたいに医療が発達して、で、多くの子どもたちっていうのは小さい時ね、昔だったら確実に死んでたっていう子たちが、医学の力、科学の力で、救われるという状態がある程度こうね、赤ちゃんたちの死亡率っていうのは減ってはきてます。まだありますけど、でも減ってはきてるけど、昔はもっとたくさんの子たちが死んだんですね。でなので昔のお母さんたち6人7人子供を産んで全員がきちんと育つっていうわけじゃないわけです。でそういった時に当然もう自分のもうやっとの思いで、今よりよっぽど大変だと思います。きれいな病院で、産むっていうこともできないで、畑仕事ギリギリまでやりながら、田んぼやりながら、上の子たちの面倒を見ながら、お姑さんに気遣いながら、寒いし暑いし、本当にお嫁さんっていうのはそんな楽な環境じゃないですね。おいしいものも食べれないっていう中で、やっと産んだ子供が死んでしまうわけですね。でこの子たちがね、何としてもねせめて成仏してほしいって思っても地獄へ行っちゃう。でそれはねやっぱりあまりにも不憫だっていうことで、この三途の川のほとりにある仏様が立ってて、そして、本当にこの子はね本当にもう何もまだ悪いことしてるわけじゃないし、お母さん悲しませたと言ってもやっぱりねこのまま地獄に行ってっていうのはかわいそうだからということで、地獄のそのほとりで三途の川のところで子どもたちを救い出して極楽へ送り届けるっていうことをしてくださる仏さんがお地蔵さんだっていうことをですね信じて、そして、お地蔵さんをに赤ちゃんの成仏というのを祈ったんですね。なので本当に昔はたくさん子どもたちはちっちゃい時に生まれたばっかりとか死んでしまいましたから、どこの村に行っても必ず村の角にお地蔵さんというのがあって、そこにやっぱり子供を亡くしたお母さんたちがもう今みたいなカウンセラーなんかありませんからね、心療内科もありませんし、今みたいにエンターテインメントもないですから、赤ちゃんが亡くなったっていうこと、最初親はショックですけど、吉本興業もありません、ディズニーランドもありません、何もありません。でエンターテインメントないので気を紛らわすってことがないんです。本もないですよ、音楽もないですよ。ユーミンとか歌ってくれないですから。だから誰もその歌を歌ってくれない、何もなんていうエンターテインメントもない、気が紛れることもないっていう状態の中で、でもねそういう中でも娯楽もあったりはしたと思うんですけど、今ほどたくさんのカウンセラー、声掛けをしてくれる人、ケア、そういうのもないわけですよ、ね。でそういう中でもうただただお地蔵さんにすがって、あの子が無事ね、かわいそうなことしたあの子が無事浮かばれますようにっていうことを必死になって祈ってたっていう姿があるわけですね。だからそういうお地蔵さんっていうものがおばあちゃんたちがそうやってすがってきたお地蔵さんっていうのがお寺にずっとあって、いつも私それを見るたびに、その子供が生まれるっていうことが、奇跡とかね、よく授かり物って言いますけど、本当にやっぱりその通りで、むしろ自分が今そうやって育ってきてるっていうことがもうやっぱり奇跡だし、でもそれをね親になる
赤ちゃんを持った時に初めて女性っていうのは自分の体を通じて、体感を通じてそのことを思い知るわけですよね。これ男にはできないんですよ。男は妊娠することができないので。でも女性はその子が最終的に無事生まれてくるかどうかわからない。でその子が生まれてきたとしても無事育つかどうかわからないっていう、ある意味で本当運命共同体のような状態を自分のお腹の中に命っていうのを抱えて出産をしてっていう、このものすごい経験をするわけですね。そこで初めて命っていうものの本質を知る。本当に不安定な、いつどんなきっかけで崩れて壊れてしまうかもわからない命っていうものを、その奇跡をですね抱かせていただいて、で子供を産むっていう経験なんですね。で、とにかく子供を産むっていうのは